はい、よろしくどうぞお願いします。今日はね、お正月が近づいてきたというより新しい年が来ようとしているのでね、このお正月元日あるいはこのお正月が近づくと面白いことがいっぱい私の周りで起こるんですね。そのうちのいくつかを申し上げますので、皆さん参考にされてください。一番がインフルエンザが流行ってる、流行るだろうということですね。科学っていうのはすごいもんですね。流行るだろうということが分かる。嬉しいですね。先が見えるとこういうことでしょうね。でそれに対する経史の対応っていうのがあるんですけどね、科学的な説明ではなくて経史のやり方でいきますと、私はインフルエンザはまずならないかな。何しろ江戸川慶史65年やってますんでね、要するにまずね、一番大事なのは食べ物なんですよ。江戸川慶史はアルカリ性の食品を 80%、酸性の食品は 20% というんですね。これ大体で構わないんだけれども、アルカリ性の食品というと野菜、果物ね、主としてそうですね。牛乳なんかはミルクですね。これアルカリ性なんだけど、バターなんか取り上げますとこれ酸性になってしまうということですね。ですからアルカリ性の食品 80% というとすごい量のお野菜を食べなければいけない。でそのお野菜を食べる時にこれも何度も申し上げてますね。葉っぱ、地上にできるものが3に対して地下にできるのは1なんですね。ですから株とですね、大根を一緒に食べた、食べることないかな、一緒に食べるとこういうことになりますと6種類の緑黄色野菜を食べなくちゃいけないということですね。はい、人参かぼちゃ、どうも人参は江戸川慶史は地下に入る食品と考えてないみたいですね。これはみたいですよ。江戸川慶史に聞かないと分かんないけれども。それから水分をよく取るっていうんですね。私は朝ね、一杯の水から始まって食前食後、それからちょっとした時も水分取ってますね。いろんな形で水分取ってますけれども、で申し上げましたね、寝る前もこれは私のやり方でケイシが言ってるわけではないんだけど、一年中リンゴジュースをコップに2杯ぐらい飲みますかね、寝る前にですね。お風呂入って汗かくので特にその分入れますね。それから私の場合はケイシーも声高には説明してないんだけど、ブルガリアンミルクという言葉を使ってますね。要するにヨーグルトですよ。飲むヨーグルト。これまず欠かせないかな。夜寝る前直前に飲みますね。そうしますといいお通じがあるということですね。そのようにして80%、大変ですよ。80% 確保するのは。それから水分を取るというのも大変ですよ。朝起きた時で食前食後、それから日中もですね、せっせと水分を取ってるんですね。それで血液のアルカリ性と酸性のバランスをとってるんですよ。はい、昔々江戸川慶史の時代もそうで、私も子どもの頃あるいは若い時にはそうだったけど、アルカリ性食品、酸性食品ってね、健康のためにアルカリ性食べるように重々言われたんですね。でも今はあんまり言われないというのは血液の恒常性って言ってね、酸性とアルカリ性は自動的に調整されるんだということになってるからそうだと思いますよ。でもその酸性とアルカリ性を調整するのにどうしても
で食べるものが大事なので、私は軽視硫アルカリ性と酸性をうるさく言うと、こういうことですね。はい。それからインフルエンザ菌がインフルエンザを流行らせるわけですよね。それでそのインフルエンザ菌は鳥やなんかから渡り鳥かなんかが持ってきてしまうんで、これもどうしようもない。でその菌が今度は繁殖しないように私はかなり気をつけてるかな。例えば水を飲む時もそうですけど、その辺にあるのはぐいぐい飲まない。今はね水100円種類で売ってますんでねその水使ってますね。要するに殺菌された水を使う。さらに言うと、自分が残したコーヒーなんかがあるとしたら、それも必ず温めて飲んでますね。それからこれお医者さんがいつも言ってるように、手をよく洗う。もうしょっちゅう手洗ってますね。何かをするにつけて手を洗って、それから例えば食事の支度、お茶の支度する時もそうだけど、外から来たら手を洗ってうがいをしてと、こんな感じなんですね。うがいをしなくても水分を取ればいいということですね。それから軽視らしいやり方があるんですよ。私今思ってるかな。要するにもうこれご存知ですね。たまたま持ってないけれども、短足をいつも身につけてる。ですから、例えば短足を身につけてると、電車に乗ってコホンコホンやってる人がいてもね、コホンコホンやってるインフルエンザ菌がね、私のところへ風に乗ってやってくるんじゃないかという考え方はしないんですね。自動車に乗る時もね、5本やってる人の運転の自動車に乗る時もですね、今申し上げたことを食べ物を気をつけてる、飲み物をよく飲んでる、で短足を身につけてるということでね、本当に心配しないで、風邪ひいたことがない。一つ言います。子供がね、私60で結婚して62の男の子を育ててますね。子供が保育園入ったら家中でみんな風邪ひいちゃった。でコン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 とやりましたね。で狐の親子って私言ってたんですけどね、それ以外は風邪ひかないね。ということですね。心でも風邪ひかないという方法があるんですよ。風邪ひかない一つの方法があって、これは慶子が言ってますけれども、白砂糖を食べない、白米を食べない、制約された穀物を取らないということですかね。それをこうやってるんで多分風邪をひかないでしょうね。そしてこれも今リクエストされたんですけどね、慶子はリーディングの中で楽しみながらゆっくり食べるっていうのをこう言ってるんですね。で日本では昔から食べる時には黙って食べる。私はおじいちゃんにうるさく言われましたね。喋るなってこういうことですね。今は幸いにして日本国中の人たちがお話ししながら食べるというところを食事のですねマナーで逆に静かにして黙々と食べるんじゃない方法を、皆さんが選択してるんで、これはそれで間違いなくその通りだと思いますのでね。でその時にまた問題になるのが噛むというんですよ。江戸川慶子は噛むことを勧めてるんですね。ですから私は噛んでます。また言いますけどね、私は前のオリンピックの時から、ですから40何年も前から実はそういればなんですね。これもすごく熱心な人間なんで、一言で言うと歯磨きを
昔歯磨き粉と言いましたかね。歯磨きを毎朝とにかく5分もかけてこうやったもんで、歯がですねなくなってきちゃったんですね。ですからソイルバになっちゃったと、こういうことですね。でも噛んでますよ。そして一般に皆さんは私がソイルバであるっていうのは知らないと思う。よくおしゃべりしてますからね。これとっても大事な健康法ですからね。噛む。でさらに言いますよ。私はこの前も申し上げたですよね。体をよく動かす。今も動かしてますね。見えないけど私の足の指こんなになって動いてます。喜んでる。それからさらに言うとこれも前やりましたね。体操をこのようにいつもしてる。ですから私はよく頭蓋骨を動かしてるんで、私の頭蓋骨はふにゃふにゃなんです。赤ちゃんほどじゃないけどふにゃふにゃなんですね。そうするとやっぱりね、風邪ひかないかな、インフルエンザにかかんないかなというのはね、お話もする時もそうだけど、この顎関節を動かすことによって例えば聴覚ですね。それから私すごくバランスがいいんだけれども、このバランスを取ることができるようになるかな。例えば三半規管っていうんでしょうけどね、バランスを取る器官、この奥にある。私知ってるから、例えばなんか厳しい条件のもとに、例えばスキーなんかやるときに三半規管って言っとくんですよ。そして、そこに意識を置くことによって三半規管元気にしておくわけだから、スキー場で転ばない。私はスキー履いて転ばないですよ。それからさらに言うと階段なんかをね、暇があったら階段をねくるくる回りながら降りたり上がったりするんです。くる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 と回りながら。これもどっかに書いてあると思う。今でもそうします。それから聴覚、これね最近特になんていうんですかね、女の方の話し声がね聞きにくくなってきた。この時もそうですね。聴覚の、あるところは蝸牛と言ってますよね。蝸牛、でんでん虫みたいになってるからでんでん虫って書くんですよね。これも蝸牛と言ってマッサージすればいい。さらに蝸牛や三半規管マッサージするときに目的を三半規管とか蝸牛といったら、これもこの前やりましたね。こういう前にマッサージするんですね。触らなくても。頭もそう。前頭骨とっても大事ですよね。前頭骨って言ったらこうやって触らなくてもこうやれば前頭骨も後頭骨も顎もマッサージできますよ。やってみて簡単。